こんにちは、ゆきのすけ工房のゆきです。お久しぶりです。少し間が空いてしまいました。ちょっと編みぐるみを作ったり、販売用の編みぐるみを作ったり、別の自分の編みたいものを編んでいたり、などなどしておりましたら、ちょっと間が空いてしまいました。申し訳ございません。今日は前も出したことがあるんですけど、海外の編みぐるみのフリーパターン紹介をやっていきたいと思います。では早速いってみたいと思うんですが、今回は編みぐるみのフリーパターンを4つの観点から紹介していきます。まずどの SNS でパターンが公開されているのか、それから難易度、これは英語の難易度という意味と編んでいく上での編み物としての難易度について少し話そうかなと思います。3番目はデザイナーさん、4番目は販売ができる完成品の販売が許可されているのか、この4点を順に説明していきます。それでは早速いってみましょう。まずはこの子キウイバードくんです。キウイという鳥ですね。編みぐるみになります。鏡餅みたいなフォルムが可愛いですね。これはインスタグラムで見ることができるフリーパターンです。難易度なんですけれども3.5、5段階評価で3.5くらいかなと思います。編みぐるみの編み方としては特に難しいところはないんですけれども、英語がちょっと読みにくいと感じる部分がありました。文章が長かったりだとか、これどういう意味かなというところがちょくちょくあった印象です。ただ写真から完成した姿が見えているので、多分こういうことじゃないかなっていう推測がつくので、それでちょっと編んでいったっていう形になります。はい、こんな感じです。かわいい。ほぼ細編みですね。デザイナーさんがリアクロシェットさんという方です。販売についてなんですけど、クレジット表記、デザイナーさんはこの方ですという表記ありで、販売許可されているそうですので、皆さんチェックしてみてください。続いてもインスタグラムで編み方がわかる、こちらミステリーアップルという編みぐるみになります。ちょっとかわいそうなんですけど、芋虫くんを一応中にしまえるんですね。ちょっとかわいそうなので出しておいてあげます。インスタグラムで見れるもので、こちらは難易度4としています。まず英語も少し読みにくいと個人的には感じました。ちょっと難しいし、こういうことで合ってるかなっていう部分があります。プラスこのリンゴの構造というか編み方があんまり日本の編みぐるみにはない編み方なので、先ほどのキウイくんみたいにちょっと予測することがあんまりできなくて、英語をなんとなく頑張って解釈して編んでいくしかないっていうところがちょっと難しい目に感じましたが、ちょっと編み終わるとこんな感じでめちゃめちゃ可愛いのでおすすめのパターンではあります。この辺りの縫い付けとかもあるので、若干難易度としては高い方かなと思います。こちらはハグルミトイさんというデザイナーさんのパターンになってまして、販売許可されております。これ編みぐる
みが編みたくなる糸の普通の細さの方で編んじゃったんですけど、すごくちっちゃく仕上がっちゃったので、並太サイズ6号針とかで編める糸で編む方が良かったかなと思ってます。ちょっと顔もこの世の中に疲れた顔になっちゃったので、ちょっとリベンジしたいですね。続いてもインスタグラムからこちらです。アヒルさん。帽子をかぶってポシェットを持っているアヒルさんになります。かわよい。どうですか？めちゃめちゃかわいい。はい。こちらのこの難易度は2にしました。すごく簡単です。足のこの編み方だけちょっと正直よくわからないところあったんですが、まあなんとなく足っぽい形にはなったし、それ以外の編み方はもうすごくシンプルな編みぐるみの編み方といった感じだったので、特に難しいと感じるところはなかったです。デザイナーさんがクロシェッテッドバイイエルさんという方で、この方すごい可愛いパターンをたくさん出してらっしゃるので、ぜひインスタグラム見てみてほしいです。こちらなんですけど、販売はクレジット。作家さんの名前をしっかり書く。自分がデザインしたなどと言わなければ許可するとのことでした。はい。アヒルさんって可愛いですよね。私もオリジナルの販売している編みぐるみではよく編んでますし、販売委託している犬山のマイリトルショップさんでもアヒルとかヒヨコの売れ行きは好調なので、ぜひ皆さん可愛いアヒルさん欲しい方は編んでみてください。はい。続いてもインスタグラムからですね。じゃじゃん、ラッコくんです。可愛くないですか？すごい可愛い。これフリーでこの子作れるってすごいですよね。お金取ってもいいんじゃないかって正直思います。この子はインスタグラムで見れるパターンで、難易度的には4としてます。まあまあ複雑なのと結構大きい個体なので、さっきのアヒルと比べるとこんな感じですね。大きいので目の数も多くて、ちょっと編むのに時間もかかりますし、使う色数も多いですし、文章も結構長めになってて、まあ簡単ってわけではないかなと思いますが、すごく可愛く仕上がるので、ぜひぜひ編んでみてほしいです。今回何も持たせてないんですけど、貝殻とかなんかこうハートとか持たせてこうやって飾っておくとめちゃめちゃ可愛いですよね。デザイナーさんがレックさんです。こちら販売については言及がなされてなかったので分かりません。わからないので売らない方がいいと思います。可愛いですね。この辺りとかは玉編みでできてるんで、パーツを縫い付けたりとかはそんななかったですね。続いては YouTube
YouTube のパターンというか編み方動画になります。この子クロシェットダックくんです。かわいい。またまた鳥さん系なんですけど、この子は YouTube で編み方が公開されています。編み方のレベルは 1.5 めちゃめちゃ簡単です。ちょっとこの動画とかどうなってるのって思うかもしれないんですけど、すごく簡単に編めるのでぜひ動画をチェックしてみてほしいです。ちょっと急に増し目して増やすところがあるので、そこが若干編みにくいなっていうのは気になりましたが、そのくらいです。これはアリーゼ・クロシェットさんという、いつも見ている YouTuber さん、海外の YouTuber さんのデザインになります。この方のチャンネルではマーケットプレップっていうシリーズがあって、海外のハンドメイドマルシェみたいなところに出店されている様子とか、何が売れたかとか、どういう編みぐるみが売れたかみたいなところをよくレポートしてくださっているチャンネルになっています。アメリカのハンドメイドマルシェってすごく楽しそうだなっていうのとか、その人の動画を見て私もちょっと編みぐるみの販売をしてみようかなって思ったきっかけになった人でもあるので、ぜひ見てほしいです。その方のデザインですね。このイチゴを今回かぶってるんですけど、オレンジとキウイとブルーベリーとブドウ、なんかいろんなパターンがあって、好きなフルーツの帽子を編むことができます。ぜひ編んでみてほしいパターンの一つです。かわいい。販売は OK だったかなと思います。次がまた YouTube のやつなんですけど、じゃーん、めっちゃかわいい寿司キャットです。かわいすぎる。こっちがイクラの猫でこっちがマグロの猫ですね。かわいい。こちらの編み方の難易度は3としてます。動画なのでそんな難しいところはないんですけど、パーツをいっぱい編まなきゃいけなかったりだとか、このイクラのくっつけ方がすごく難しくてちょっと大変だなと思いました。あとこの刺繍の顔ね、結構腕が試されるので、そこもちょっと難易度があるかなと思います。めっちゃ可愛いです。この寿司キャットはチャビーズバイアンシさんという方のチャンネルで公開されておりまして、ブログでも編み方は載せてくれてます。この方の編みぐるみもすごい。私好きでよく動画を見てます。他にもいっぱい編んでみたいものがあるので、また次の編みぐるみフリーパターン紹介でも登場するんじゃないかなと思ってます。販売はクレジット表記ありで許可されております。実際マイリトルショップさんに委託販売をしているんですけども、そちらでもこの寿司キャットちょっとネタを変えてまして、卵とマグロと後エビの型を納品したりもしてちょっと販売させてもらいました。はい、確かエビと卵はすぐ売れちゃったんだったと思います。可愛いですよね。また追加で編まないといけないと思っています。次はまたインスタグラム化ですね。じゃじゃん。ケーキタートルパターンというパターンになります。その名の通り、ケーキのようなカメくんのパターンになってます。
のところも一部編むんですけど、ちょっと疲れちゃってリーズで代用しました。これはみすずさんという方のパターンで、韓国の方かなと思います。これは難易度が4。結構難しかったです。珍しい編み方をしてて、あんまり想像がつかなかったのと、このクリームの付け方とかも、これで正直やってるのかは自信ないくらいですね。亀さんも思ってたのとちょっと違う編み方だったので、おって思いながら編みました。そういうのもあって一部を編むの疲れちゃったっていう側面もあります。英語もなかなか難しくて書いてある通りに読んだ通りにやればできたんですけど、編んでる時は本当にこれでいいのかなって思いながら編んでた感じです。でも出来上がりがめちゃめちゃ可愛い。こういうケーキのモチーフとか編んでみたいなって思ってて探してたんですけど、食べ物系は今回ちょっと紹介からは外そうかなと思って、今度まとめてやろうかなって思ってるんですけど、その時に見つけたパターンになります。販売許可については言及されてなかったので、しない方がいいかなと思います。かわいい。最後がまた YouTube で紹介されているこちらのキノコくんたちです。編み方はめちゃめちゃ簡単、すぐ編めます。もう30分とかそんくらいで編めちゃいます。この子たちはなんとただのキノコではないんです。ちょっと待ってくださいね。なんとびっくりできちゃうんです。これはですね、ケーブル&キャンバスさんの動画を見て編んだポッピングマッシュルームというパターンになります。すごい可愛いです。こちらも販売については特に言及がなされてなかったのでちょっとわかりません。しかし可愛い。この方の動画には言及はなかったんですけど、 PDF パターンにはもしかしたら販売の話が書いてあるのかもしれません。というのもこのキノコくんを売ってる海外の YouTuber さんが結構多いので PDF を買えばいいのかななんて想像はしますが、ちょっと予測の域を超えないのでご自分で確認いただけたらと思います。動画だけではしない方がいいのかなと思いますが、ちょっと長々と喋りましたが、今回紹介したかった編みぐるみたちは以上になります。集合させます。編みぐるみってなんでこんなに可愛いんですかね。こんな感じでいかがだったでしょうか。英語っていうハードルはあると思うんですけれども、慣れたら簡単ですし、英語の編みぐるみパターンを編む上でのコツとかについては以前動画でまとめているので、そちらも参考にしてもらいながら挑戦してみてもらえると嬉しいです。編みぐるみ編みたくなったよという方はぜひグッドボタン、チャンネル登録の方よろしくお願いします。次はどんな動画を作ろうかなっていうのは悩んでるんですけど、
トもらってるのはこの子。この冒頭挨拶しがちなベンダコくんの編み方をリクエストでもらってるので、それかイヤホンとか充電器のケーブルを止めるストッパーを編んでるので、それの編み方動画とかあとは編んだもの紹介とかオリジナルの編みぐるみの方の紹介とかもしたいなって思ってるので、どれかそのあたりをやろうと思っています。最後までご覧いただきありがとうございました。バイバイ。